もし、あの世界的なアニメ映画が諏訪の地に封印された禁忌のログそのものだったとしたら、世界のバグを食らい尽くすバグバグです。前回のデバッグによって明らかになった諏訪大社の特級機密ログ。そのデータをさらにハッキングすると、あの日本アニメの金字塔、もののけ姫とリンクすることが分かったんです。今回は諏訪大社の調査をもとに、主人公アシタカの呪いの真相、烏帽子御前の正体、サンの母親の秘密、児玉の真実などについてデバッグします。今回のテーマに入る前に、前回の重要なデバッグ内容を振り返っておきましょう。諏訪大社は祈りの場ではなく、高間ヶ原の管理者が作り上げた巨大な隔離区域でした。封印されているのは太陽の王長常彦。彼は神武統制以前から大和を統治する王でしたが、かつての同胞であったにぎはやひの裏切りもあり、その存在は闇の中です。長常彦のナーガとは、その名の通り蛇を意味します。この蛇の王を排除した竹見和氏の愛と普通の御霊、そして龍神である竹見中田を降伏させた竹見和氏本人、つまり同じ蛇、龍の属性を持つ二人は、どちらも竹見和氏という同一の実行ファイルによってデリートされたということです。この不自然な共通点から、僕は竹見中田という存在を管理者が長常彦に被せた仮面であるとデバッグしました。そして、その妻であり、物部の姫でもある最強の巫女、八坂留。物部氏は、にぎはやひを祖神に持ちます。八坂留は罪の意識もあり、今度こそ長常彦を守ろうと誓い、長常彦もまた彼女を愛したんです。二人の結びによって、太陽と大地の再起動を危険視した高間ヶ原は、竹見中田の仮面をかぶらせた長常彦の大縛り、八坂留を湖の底に沈めることで、互いの依存関係を利用し、封印したのでした。御神渡りや御塔祭、御柱祭のデバッグもしていますので、よければ前回の諏訪大社動画と見ていただけたらと思います。さあ、お待たせいたしました。それではいよいよ、諏訪大社ともののけ姫のリンク、デバッグ調査に移りたいと思います。最初のバグ対象は、主人公アシタカの腕の呪いについてです。皆さんの中には、彼のモデルが長常彦だという説を聞いたことがある方もいるでしょう。アシタカ彦と長常彦。二人は東北である蝦夷市にルーツを持ち、その名前に足の特徴を持つ弓の名手です。この時点で二人に相互関係があるのは明白ですよね。アシタカの腕に絡みつく呪いは蛇そのものです。ナーガの名を持つ王の深い高エネルギーの残留ログを比喩しているようにも見えます。アシタカがその高エネルギーの残留ログをまとった肉体で丸太でできた門を一人で開いたり、柱を放り上げたりするシーン。柱の門を開くことで土着の神々の再起動を図ったのか、それとも柱を高間ヶ原の神として怒りのままに投げ飛ばしたのか。諏訪の御柱を思い出させます。いずれにしろ、その原動力が憎しみであることは間違いなさそうです。そして、烏帽子が獅子神のログアウトを図るあのシーン。こちらも諏訪の御塔祭と完全に一致しています。それでは続いて、烏帽子御前の正体と、サンの母親についてデバッグしていきましょう。皆さん、烏帽子が海賊の妻だったという設定があるのを知っていますか？神代の海賊と聞いて、皆さんはどの神をイメージしますか？海を任された荒ぶる神。僕が解析したのはスサノオです。スサノオにはかの大一姫という女神との夫婦設定が危機のログに残っています。彼女は月の属性を持つ女神でした。名前にある大一とは流通と経済を司るコード、独自の経済圏、タタラ場を統治し、ミントの貿易まで画策した烏帽子の姿は、まさに市場の女神そのものです。つまり、烏帽子のモデルは、スサノオの妻であったカム大一姫だったんです。
出雲を拠点にしていたスサノオ一族は、当時から高いたたら生物のスキルを持っていました。烏帽子は夫であるスサノオからその技術を奪い取り、たたら場を築き上げたんです。そして、烏帽子とサンの親子説。こちらも聞いたことがありませんか？僕はこの2人を血筋のログから読み解くことにしました。系譜をたどると、カム大一姫の子は大都とされています。そして、この大都の別名こそが、物部氏の祖神である右早日。物部氏は中央システムからログアウトされ、後に物の家と卑下されるようになります。物部の姫は八坂留。そうです。物の家姫の3のモデルは八坂留だったんです。こうデバッグすると、烏帽子とサンが深い血統の絆で結ばれていることがわかりますよね。サンは烏帽子の血を引きながらも、物部一族として山に残された末裔、烏帽子がサンを排除しようとするのは、自分の家系から生まれたバグを自らの手でログアウトさせるということになるんです。そして皆さん、このカオスな世界で支配者が行った最も冷徹な言葉の書き換えにお気づきでしょうか？森の監視役である児玉。彼らは単なる精霊ではありません。児玉は山彦とも言いますよね。彦は王を意味します。児玉の正体は、かつての山の王たちの慣れの果てなんです。さらに、言霊の成り立ちを解いてみましょう。言霊からとを引けば、児玉になりますよね。支配者は土着の神々からとを抜き取りました。思いを音にするためのとを奪われ、自らの意志で語る力を失い、ただ他人の声を繰り返すだけの児玉として森を監視し、人々を迷わせる存在へと格を落とされたのです。知らんけど。烏帽子は文明のために森を焼き払い、サンは誇りのために人間を拒絶しました。けれど、二人は同じ血を分け合う一族の絆の中にいました。たたら場でサンと相まみえ、武器を取り合った時、僕には烏帽子の表情が母としての笑みに見えました。そしてモロ。八坂留がもしサンだとしたら、なぜモロは彼女に反対の意味を持つサンと名付けたのでしょうか。モロはまだ幼い人間の女の子を見つけ、月の巫女であり、代償であることを理解したんでしょう。だからせめて娘として生きるのであれば、人としてのログを封印し、サンという逆の言霊を上乗せした。母としての深い愛情の印だったのかもしれません。支配者は言霊から戸を奪い、自分の言葉を失い、誰かの声を拡散するだけの子供へとダウングレードさせました。普段、人を迷わせる子供がアシタカを導いたのは、真の太陽の王をお帰りなさいと迎え入れたからなのかもしれません。森の湖を舞台に、アシタカがサンをたたり神から救うシーン、1300年もの間、諏訪の地で引き裂かれていた太陽の王と大地の姫が、もののけ姫という仮想の世界で、ようやく再会を果たせたんです。かつて裏切られた二つの士族、その末裔が再び出会い、共に生きる。一面に咲いた花々、あのラストシーンがまた違った景色で見えてきませんか？次回はサンと同じく月の巫女としてその名を残したあの物語についてデバッグ予定です。気になる方はバグズ登録、ナイスバグ、ログの投稿よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バクバクでした。バイバイ。一つお伝え忘れていました。最後の一匹の子玉がトトロになるという説を聞いたことがありませんか？言葉を失い、ただ方向を上げるだけの
無解な媒体へと強制的にダウングレードされた。児玉の慣れの果て。とを取る。トトロ。